いや、これはね、もうほんまにやばいよ。やばい。はい、こんにちは。さあ、というわけで始まりましたクッスンガレージなんですけど、これ何ですか今回は。また変なね乗り物を作ってしまいました。だいぶなんか新興国感ありますけど、もうボンネビルのスーパーミニマムチャレンジっていうね、はい、本来今年出るはずだったレースに、コロナの影響で大会が中止になってしまいましたんで、はい、そのチームのね代表監督である近金監督からですね、もう夏やることがなくなってもう暇だと、もううずうずして俺はやりたいんだという連絡がありましてね、はい、何もしないわけにはいかないということですね。最小のエネルギーで最大の効果を目指すっていうのは実は他のこともやってまして、去年ね電動バイクにソーラーパネルを積み込んで、はい、東海道53次を、はい、走破するのをやったんですよ。でなんとかやり遂げたんですけど、非常に苦しかった。電動バイクをソーラーパネルで充電したら、燃料代0円でどこまでも走っていけたらいいと思ってます。前回は走っててバッテリーがなくなったらソーラーパネルを広げて充電するっていうことをやったんです。走りながら充電できればどこまでも走っていけるんじゃないですか。そんな夢のような走ってる最中に上にソーラーパネルをつけてったら、ここにソーラーパネルつくわけですね。そう上にね。で走ってるバッテリーともう一個バッテリーを積んで、走ってこっちのバッテリーを使ってる間にこっちのバッテリーに充電してたっていう。これがなくなった時にはこっちが満タンになってて付け替えるから永久に走り続ける。なるほど。用意したのがこの三輪の自転車。これに屋根をつけて、この電動バイクのキットを組み込んで、充電できるようにして、っていうのをやってまずはゴム手袋をはめて気合を入れるクッスン。モーターが内蔵されているインホイールモーターを使うみたい。お気に入りのネプロスの工具を手に取り、自転車の後輪を外していく。装着自体は思った以上に簡単そう。今回はノーマルよりも車重が重たくなるので、効きが良くなるディスクブレーキを採用するみたいだ。もちろんここは普通にはつかないので、鉄のステーを切り出し、塗装を剥がして溶接して装着。次にホイールにタイヤを装着していくが、バイクに比べて自転車のタイヤ交換は相当簡単らしい。後ろが形になってきたら次はフロントの作業だ。左右のタイヤを外し、トレッドを広げるために一旦フレームを思い切ってカット。パイプカッターを使っていとも簡単にカットが完了。ここに強度のある角パイプをあてがってみる。キャスター角が変化しないように慎重に角度を決めて溶接していき、フレーム側もキャスター角を意識して慎重にカット。あとはしっかりと溶接していくとフロント周りも形になってきた。次はついに電装部品の装着だ。一通り接続が完了すると問題なさそう。バッテリーは横転のリスクを軽減するために重心の低いこの位置に装着するようだ。タイヤとの干渉も考えながら無事に装着完了。次はいよいよソーラーパネルの設置作業に入る。こうして並べると予想以上に大きい。風に負けないようにアルミフレームにしっかりと固定した。今回は安全性も考えて少しでも目立ちやすい鮮やかなオレンジカラーに。塗装が終わればクッスンが子供の頃に憧れた太陽の力だけで走るソーラーカーも完成間近だ。最後に苦労しながらソーラーパネルを装着すると、ついに夢のソーラーカーが完成。これちょっと説明してもらっていいですか。この屋根がソーラーなのは僕も察しがつくんですけど、説明するとですね、元は普通の自転車で不安なおばちゃんが乗る3輪の自転車があるんですよ。メジャーなのは後ろ2輪前1輪があるんですけど、わかりますよ。今回採用したのはですね、前2輪のおばちゃんが乗る自転車、それにインホイールモーターをまず装着してると。これ 48V 550W ぐらいかな。これ電気で動く。これ電気で動くんですよ。でペダルでも一応焦げると。ほう、すごいじゃないですか。じゃあある意味ハイブリッド。ある意味というかもう完全にハイブリッドです。これ仕組みを説明するとですね、まず2個バッテリーがあるんですよ。結構でかいバッテリー2個積んでて、普段このバッテリーで走りますと、走ってる最中にも上のソーラーで発電してもう1個のスペアに貯めると。でこいつがなくなったらこいつに
電源を切り替えてこいつで走ると。すごいじゃないですか。じゃあこれで言ったらもう休まずにずっと半永久的に走るってこそんなに甘いのかっていうのを思いながら僕は作ったんですよ。となるほど。でまだ一応検証はできておりません、はいちなみに何が変わったかっていうところなんですけど、そこちょっと知りたいですね。まずですね、上に見てのとおりでっかいソーラーパネルがね、はいついてるんですよ、はいこれ4枚重ねてつけてるんですけど、はい。宮崎の関谷さんっていう有名なねソーラーパネルとか販売してるところの製品なんですけど、これをつけるために結構幅広なんで安定感がないだろうなと思ったんで、もともとこのタイヤの幅こんぐらいだったんですよ。それをここをもうぶった切って大幅に延長してます。でそれに伴ってここら辺も延長加工、パイロットも延長加工を施しております。であとはね、この枠をつけるためにいろいろ溶接とか骨組みを組んでできる限り軽量に作りたかったんで、三角さんのアルミのフレームを購入してきてですね、台を作った、はいそれに保安部品を全部つけてミニカトまで持ってったと、今からこれでクッスンはちゃんとこいつが走るかの検証をしていくと。そうです。なるほど。じゃないとねはいさすがにできたどうぞでね、うん日本一周行って、うんもう1日目でリタイアとかになってもね、はい。ちょっと心苦しいんでじゃあ、行きますか。行ってみましょうか。はい。めっちゃじゃあ不安ですけど僕は、はい、ヤスマと、はい後ろからついていくんで、いつものスタイルじゃないですか。はい。クッスンが、はいじゃあどんな感じの走行をするかっていうのは、はい、走りながら聞きながら、そうですね。はい、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。頑張ります。はい。何これ、自転車なんかソーラーカーなんかほんまにわからんね。よし、じゃあ追いますか。行きますか。行きますか。うち怖いんだけど。嘘。だいぶ声のトーンがいつもより深刻やん。ちょっと暑いんでエアコン入れますね、僕らは。はいいや、入れんでいいよ、もう。はい、というわけで始まりました。はい、クッスンを後ろからついていっていじる企画、はい、ソーラーカー編。あ、これこれ違うね。違うこれ違う人だね。さあ、というわけで安野さん始まりました、今回はソーラーカー編ということで、ね、そうですね。日本一周、近金監督の日本一周に花を添えるためにですね、見事このテストを完走してほしいんですけど、はい今回は、まず海の方に向かっていこうかと。そうですね。あ、おった海ですねおったおったあ、いましたね。いましたねおったよ結構先に待ってくれるっていう優しさはないんですね。いや、多分いっぱいいっぱいのところクッスン聞こえますか？聞こえるんですけど、はい、ほんまに怖い、これ。なんかとか来るから。そうですね。一旦直進しますか、ここ。うん、ここ直進？はい。なんか違和感ですよね。いや、ほんまにこれはね、今漕ぎましたよね。いや、まあちょっと怖いなんですけど、はいや、これはね、もうほんまに、うんやばいよ。やばい。やばい。もうね、これ、今からもう対策が必要っていうことがもう分かってる。分かった。もうまだ開始2分ぐらいしか経ってないですけど、もうね、やっぱね、はいスイングとはいハンドルの固定が、はいやっぱりね、ちょっと限界あるって、これは。あ、限界ある。あちなみにこれで橋渡れそうっすか？いや、多分吹っ飛ぶんじゃないですか。まあそうなってくるとあとはあれですよね、視聴者さんがクスンが吹っ飛ぶところが見たいかどうかっていうところになってきますよね。いやいやいや、見たくないで怖っ。何これ。で後ろから見たらそんなにちょっと揺れてるなぐらいいやで。いや、結構小刻みに揺れとるよ。あほら、ーハンドルが結構取られてますね。どうちょ、聞いてください。聞いてください。はい聞いてください。はいあのね。はい違う違う。はいやっぱ重たくなってるじゃないですか。はいそれもあって結構空気圧を高めにしてるんですよ。あだから跳ねるんですよね、これがまた。あ。跳ねる。ああ、そういうことね。あなので、僕、常に、やばいあ。危ない危ない。これ気をつけて、恥ずかしいリアルに気をつけて。恥ずかしい。恥ずかしさ、それはなんとかしてください。あ、めっちゃ見てください。見てください。農家の方がめっちゃ今見てましたよ。完全に見られてる。常にヘルメットが当たってるんですよ。頭にね。はい。あ、さあ、おお大丈夫？右にウインカー出てますよ。この坂はどうですか？坂に対するパワーはどうですか？これ、足のアシスト意味ない。軽すぎ？カルピーカウント、いや、ちょっとあるか。おお。こいでる。やっぱりね、すごいわ。モーターのパワー。やっぱ漕ぐパワーはすごいですか？
グパワーはやっぱ多少はアシストしてる気がする。確かに。いやけどこれやっぱね、うん。もうちょっと見たくなってもいけん。フレームの合成を高めるとね、あダメだよ。あとやっぱハンドルがね、ようないね。ハンドルがようない。あ、軽すぎるってことですか？キャスターのアライメントの問題もあるかもしれんけど、あとはまあヘルメットじゃないのもうよくわからんね。だいぶ今日声色がテンション低いじゃないですか。あとね、後ろのフレームが僕の背中触れてると思うんですけど、はい。もうそこがバリ痛い。ああ、そういうこと？まあ確かに肉がなんかめり込んでる感あるもん。これもう無理よ、長距離。これで日本一周行ける感じします？もうアホだね、これで日本に。良くなりそうですか、直したら？まあ抑制と無理でしょうね、これは。まあまだ日本一周どころか市内一周もできるんですね。海まで行ける気がしないですよ。どこまで行ける気がしない？海まで。海まで行ける気がしない。はい。これってさ、どっから行ける？ちょっと俺道間違ったよ。道を間違ったね。それは人生的な意味でですか？いや、人生は間違ってないですよ。人生は間違ってない。はい。海に行く道を間違ったってこと？海に行く道は間違ってます。ああ、そういうことね。はい、左行って右行ったらいけるんじゃないですか？そうだね、左行って右行くしかないね。はい。うわ、でもなんか気持ちよさそう。気持ちよさそう。この道が開けてる感じ。緊張しかないです。緊張しかない。コムスの時とはちょっと違いますか？いや、コムスの時みたいなね、爽快感なんて感じられない。あ、本当に？へえ。もういつこけるんだろうっていう恐怖しかないです。今車とすれ違った時になんか風が来てグラッとしたとかありますか？あ、それはないか。あ、それはない。風に。意外に今のところ風の影響はない。あ、風の影響は感じない。風の影響は感じない。お、セニアカー走ってますね。待って、仲間来てる。あ、パッシングされた、パッシング。ほんまよ。ちょっと普通これ一回話しかけた方がいいね。ちょっと仲間挨拶だけ。挨拶は完全に見てましたよ。これはでもすごいね。ハンドリングがやばいよ、これは。ウインカー。あれ止まった？ちょっと横に。終わりっすか？終わり？いや、ちょっとほんまにまずいわ、これは。ちょっと危ない。危ないね。うん。もう走れんと思う。もう行かれん、絶対海まで。一回じゃあ帰って、はい、改善点はちょっと一回帰りましょうか。一回帰りますか？はい、これはね、海まで無理して行ったら大事そうですね。あ、ほんまに。はい、これは怖そうやな。一旦じゃあ僕らはちょっと海まで行くのは危ないということで企画を変更して、一旦ガレージに戻って一回戻ってちょっとスイングのところとか改善するところとか直していきましょう。じゃないと YouTube が楽しく続けれんようになっちゃいますからね。うわー、確かに衝撃が来た時の揺れ方が半端ないですね。振り子になってるってことですよね、上が。そう。だけどもう少々重たくなってもガッチガチにした方がいいかもしれん、これは。あー、ちなみにやっぱそれ日差しを避けれてる感はあるんですか？めっちゃある。雨が降っても大丈夫そう。下手したらいけるんじゃないですか、これ。はい。どうした？どうした？ちょっともう一回いいですか？どうすか？ちょっとショッキングな結果になったんですけど、はい、まあ予測はできとったっつったらおかしいんですけど、はい、まあやっぱり重心が高すぎる。重心でどうにかなるかなと思ったらどうにかならんかったと。で考えたんですよ。はい。敗因を。で一つは、はい、やっぱりこのスイングするのに、上に重たいものがあるっていうことは、まあ振り子みたいな感じでハンドルがこう振られるんですよ、この上のせいで。だからもう一回安定感を失ったらもうこんな感じになるんで、振り子で。はい。良くないと、はい、そこで考えました。はい。
face, I love you.